メリカ人として、外国人として、日本を見て見習うべきなところはいろいろあると思います。今から言うポイントは、日本人として気づかないところいっぱいあると思うんですよね。外国人の目線で日本を見てるからこそ、日本人は多分気づかないところが多いと思うんですよ。当たり前だからって。残念ながら最近のこの世の中がその当たり前のところもちょっと変わってきているところがあるので、改めてアメリカ人として日本を見て憧れる、見習うべきなところをリストアップしていきたいなと思っております。スティーブ適点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。実は日本に行く前から大学でビジネス専攻をしていて、当時から、これは80年代の終わり頃なんですけど、その時から、なぜ日本は世界一の経済になるのか、なぜこんなに急激に日本の経済が上がってるのか、ということについていろいろ教えられたんですよね。その中で、日本人の仕事のやり方とか、在庫管理のこととか、いろいろあったんですけど、30年後におっさんになって、いろいろ見てきて、今のアメリカ人、今の外国人、日本に興味がなくても、日本を見て、日本人を見て、見習うべきなところが、ビジネス的なこと以外にも、もっと大きな面でいろいろあると思います。順番は別に決まってるわけじゃないんですけど、すごい重要なことは自分で日本で教えられた、気づいた、ためになったことがいっぱいあるので、こういうところじゃないのかなと思います。あと一つ始まる前に言っておきたいことあります。アメリカ人としてはアメリカは大好きです。愛国心、アメリカ人としての愛国心があるからこそ、批判に聞こえる部分もあるかもしれないけど、批判じゃないです。もっといい国になれるように。日本もアメリカを見て逆にね、もっといい国になれるようにのためのことだと思います。ご了承ください。まずアメリカ人として日本を見て覚えた方がいいことは、黙ること。言わないこと、喋れなくていい時があることを覚えた方がいいのかなと。アメリカ人、私も含めて喋りすぎ。日本にいる時から一つのルールが作ったんですよね。日本人に教えられたわけじゃないんだけど、自分で勝手に考えたこの2-1ルール。これこそ日本人だなと思いますよね。で、アメリカ人として本当勉強しないといけないところなんだよね。2-1ルールの意味は、耳2つがある頭に口は1つしかないんですよね。ということは、聞くためにある耳を2倍使う。聞くことは倍、喋ることより倍を聞くことが重要なポイントなのかなと思ってね。昔からよく言われてたのは日本人の交渉の仕方、ビジネスの仕方がなんか難しいな、腹立つなーって日本人と交渉すると。なぜかっていうと、喋れないから、言わないから。相づちしか言わない日本人に困るアメリカ人とか外国人に黙ることにすごい強さがあるんだよね。という日本人の顔を見て、その日本人に対してどう交渉すれば、何を頭の中に思われているのか、なぜ何も言わないのか、何も言ってこないからこそ、アメリカ人が今度また喋っちゃうんだよね。喋ることによって、本当に自分をもう自分を負ける交渉のところにもう行っちゃうんですよね。交渉を負ける方に向かっちゃうんですよね。言わなくていいこと。ね、言わなくて済んだことを言ってしまう。に負けたことですよね。は強いんですよね。一回アメリカでぜひやってみてください。アメリカ人は本当にどうすればいいのか。もう黙っていられるアメリカ人は少ないんですよ。関係ないところで関係ないことを喋っちゃう。いや、でもスティーブさん、それもアメリカ人の性格が面白いんだよね。確かにね。確かにそういう部分はあります。フレンドリーなところがあるんだけど、後ろに何十人が並んでるところで、銀行員と自分の孫か自分の息子か自分の今日食べてきたものについて話していいの？そういうところはね、周りを見て、ちょっと人を習ってるからこういう時はね、あんまりこう余計なこと喋ってはいけないっていう頭のないアメリカ人を日本人を見て、周りを気づくこと。ということは、その周りを気づくことのもとに迷惑をかけないことがあるんだよね。
確かに。いや、でもスティーブさん、アメリカはね、広い国だからね、お互いにこう狭いところじゃないから迷惑とかってそういうのはもう違うんじゃないか。まあ、迷惑の仕方とか、迷惑のレベルとか、どういう迷惑があるのかって違うかもしれない。迷惑は迷惑なんですよね。さっきの例はそうなんですよね。スーパーに行って、スーパーでエクスプレスアイテムは10アイテムしかないはずなのに、前にいる20何アイテムを持っている人がいるとすると、それはちょっとした迷惑ですよね。同じ人が今度、レジのお姉ちゃんと今度話したいこと、プライベート的なこと、とかって始まると終わらない時があるんですよ。いっぱい並んでるのに。まあ、日本にも一部もあるんだろうと思うんだけど、日本人として喋ってはいけない時は言わない。言われなければ喋れない。そして周りを見て余計なことはそういうところでは言わないことはアメリカ人として見習うべきだなと思います。もう一つは日本人の細かさ、ルールを守ることのもとにあるのかな。日本人はルールを大体みんなルールを守らない人ももちろんいると分かっていますが、例えば何かを買ってきた時の説明書、取説がありますよね。必ずついてくるんだけど、アメリカ人は読まないです。日本人は多分ちゃんと読んでから、作業手順をちゃんと勉強読んでからやることが日本人なんですよね。アメリカ人は違うんですよね。まず、箱が届いた瞬間からの開け方からの違いもあります。これはね、別に見習うべきなところになるのかな。綺麗に開けること。もしかしたら返品があるかもしれないの。キャーって破ってテープをこうして、あれボロボロにするのはアメリカンスタイルでいいなっていうところはあるかもしれないんだけど、ちょっと型を出しておけば綺麗にね、開けられる。そしたら取説が出て、それを読むこと。アメリカ人は読まないんですよね。で、間違えてから今度文句言ってすぐ何でも返品できるから、そういうアメリカになってるので、日本人のその面の細かさ。他の面の細かさは、実際に仕事をする、料理を作る、何をしてもね、どんな仕事でも、どんな細かいところでも、変な話で、トイレの掃除のことでも、昔からいつも思ったんですよね。自分はね、男子のトイレで立ってしょんべんしているところでも、お姉ちゃんかおばあちゃんがそこで一生懸命こう隣でこう吹いたりやりしたりしているところが、真面目、細かい、真面目というのもあるんですよね。真面目な人が日本に多いんですよね。アメリカの中に真面目な人は多いんだけど、不真面目な人が多いかもしれないですよね。どちらかといえば。真面目にどの仕事でも細かく真面目に仕事をすることは、日本を見て自分もっと見習わなきゃいけないなと。周りのアメリカ人、日本に興味がない人でもそれを見て勉強になるのかなって、自分にプラスになることなのかなって感じてますよね。感じますよね。一つのまた大きな違いが、日本人の気遣いですよね。気遣いの違いのもとにあるのは、アメリカ的に自分、me、mine と日本人の we と自分だけじゃなくて、中心じゃなくて、周りのこと。例えば仕事場の中で与えられた仕事があるとするアメリカ人。ね、例えばね、あんたの仕事はこれをやることです。自分の仕事、与えられた仕事に関係ないことをしようとしない。考えようとしない。同僚が困っててちょっと手伝いできると自分の手が空いてるからこうできるという頭がないところが日本人にそれもあって、すごいなと思って昔から憧れてるんですよね。やっぱりいろいろ動きの速い、周りも見て、自分の与えられた仕事じゃなくても、me じゃなくて we、環境のためのプラスになれば何でもやる、気遣いのある日本人の考え方が素晴らしいなと昔からいつも思って、本当にアメリカ人もそれを見て見習うべきだなと思って。今言った例が以外にもいっぱいあります。本当に多分、この世の中で、日本人として日本で生まれて育ってて、日本にいる限りは、こういう日本人にこう素晴らしいところがあると気づくことはないかもしれないんだけど、遠くから、アメリカから、テキサス州から、日本にたまにしか行かない、俺から見ると、こういうところが素晴らしいです。アメリカにももっとこういうところがあればいいんじゃないか。だからってアメリカはこうだ、あだじゃなくて、いつも思います。アメリカのいいところと日本のいいところをうまく合わせてやっていけば、本当に素晴らしいところができるんじゃないかと思います。だからこそ、こういうところを見習えば、アメリカ人はもっとよくなれると思います。逆に、日本人としてアメリカを見て、
憧れてるところもあると思いますが、こういうトピックも逆にちょっと話したらどうですかね。興味ありますか？今のアメリカを見て本当に見習わない方がいいところいっぱいある中では、アメリカ人としてアメリカ人の素晴らしさもあります。本当に。こういうトピックは次にしましょうか。もし興味があればぜひコメントを残してくださいね。スティーブ・テキシデンのグッズ、独自のグッズがあります。キーホルダーがあるのと、かわいいサムズアップのステッカー。サムズアップはいい意味でね。これはもうアメリカ的なサムズアップは日本でも人気が出てきたので、こういうステッカーもパーカー、キャップ。このキャップじゃないんですけど、大判焼きをオープンするので欲しいというところになりますが、関連グッズはこういっぱいあるんで、Amazon Japan と stevespov.jp をチェックしてね、よろしくお願いします。これから両国のために、頑張っていきましょうね。日々前進前向きにやっていきましょうね。よろしくお願いします。では失礼します。